はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミィです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは CCA ファルコンです。7mm と 8mm のデュアルドライバー構成、DSP による4つのサウンドモード、そして FPS に特化した音響設計。この3点が大きな特徴となっています。ファルコン、ハヤブサ。空を飛ぶハヤブサみたいに鋭い音がしそうだよね。あ、お腹が空いてるからって焼き鳥を連想してるわけじゃないよ。誰もそんなこと聞いてないわよ。でも3000円台で多くの機能を盛り込んでくるのは CCA らしい攻めた姿勢ですね。そうだね。単なる安価なモデルではなく、特定の目的のためにリソースを集中させた効率的な設計だね。その中身がどうなっているのか、じっくり見ていこう。フェイスプレートは亜鉛合金製でメカニカルな通気口が特徴的なデザインです。金属製でありながら片側 8.2g と割と軽量に作られています。この通気口が内部の空気の流れを制御して音の明瞭さを生み出す設計なんだよね。通気口、耳の中が常に換気されてる感じで夏場でも涼しそうだね。リゾート地のテラス席みたいでなんだか優雅な気分になっちゃうな。装着感は人間工学に基づいた形状で安定性はいいわ。了解。あ、この通気口からの音漏れはあるの？ちょっとあるね。ここを塞いでない時と塞いだ時結構差があるから少し気をつけた方がいいかも。ドライバー構成は一般的な 10mm クラス1機ではなく小口径の 7mm と 8mm という2つの DD を採用している。7mm が広域、8mm が低域から中域の担当で小口径を2つ並べることでシングルドライバーでは難しいスムーズな帯域移行とレスポンスの速さを狙っているんですね。そう。振動板素材は LCP を採用してる。LCP は軽量で合成が高いから細かい音の再現に有利なんだ。2DD って言うと CCA では 7mm2 機の構成で量があったね。KZ だとキャスターシリーズを真っ先に思い出すかな。そうね。さらに面白いのがタイプ C 版の DSP 機能だ。はい、空間オーディオやゲームモードを手元のリモコンで即座に切り替えられます。コンソールゲーム機にそのまま挿して使えるのもゲーマーには嬉しいポイントですよね。魔法のボタンだね。3000円台でどこまで真実の音に迫れるのか。はやぶさの名を冠したこのモデルが実際の測定や視聴でどんな鋭さを見せてくれるのか、これから詳しく深掘りしていきましょう。今回は USB Type-C ケーブルを使用して上の3パターンのプリセット EQ の違いを聞いてみましょう。ではボリューム上がります。はい、サウンドチェックでした。今回はここの表示にグラフの色を合わせているんですね。うん、その方がわかりやすいと思って。オレンジのハイファイミュージックを基準にしたんですね。波形を重ねてみて一番自然に見えるカーブだったからね。それに音楽用途を前提としているプリセットだからってこともある。プリセットによって少しずつレベルが違っているけど把握しやすいようにここでは合わせてあるよ。実機視聴も混ぜて話すけどハイファイミュージックのプリセットだと自分には音域が繊細すぎる印象でバスブーストの方が聞きやすかったんだ。ハイファイミュージックはバランスよく見えますけどやや広域寄りに感じたってことですか？バスブーストはここの谷がちょっと深いからジャックさんにとってはちょっと妥協してる感じなんじゃない？まあそうだね。ここは後で改善策を検討しよう。ゲームモードはかなり低域を抑えているのが収録音でも分かったんじゃない？
シャカシャカ鳴ってたもんね。よくわかった。グリーンのスペシャルサラウンドはサラウンド効果が収録音では把握しづらいから取らなかったんでしょ？そう、それにこれもゲーム用途でより効果を発揮するチューニングに思えたからね。パッケージにもゲーミングって書いてありますから。ファルコンのタイプ C ケーブルは16ビット 48kHz のスペックで FPS などのゲームにおいて超低遅延と足音の低位感を最優先しています。FPS で重要な足音やリロード音の周波数は主に2から 8kHz の中高域に集中しているもんね。そうなの。高負荷なデータを避けることで処理速度、低遅延を維持しながら重要な中高域を強調する DSP 処理を行うことで索敵能力を最大化する仕様なんです。実際赤と緑のカーブはそれが如実に現れているもんね。ところで 3.5mm プラグだとどうなるの？これまたタイプ C のどれとも違うカーブになっていたよ。500Hz から下を結構カットしていますね。3.5mm プラグでもゲーム用のチューニングってことになりますね。そう、赤のゲームモードほどではないけどね。これだと音楽用途としては低域が全然足りないんで、リケーブルもして EQ で低域を持ってみたのがこれ。一箇所だけで済んじゃってますね。これなら音楽用途としてもかなりいいんじゃないですか？そうなんだ。ハイファイミュージックのセッティングにかなり近く、やや高域寄りに感じた部分も修正してあるんで、かなりいいよ。低域の盛り幅はジャンルやアルバムで多少な変化はあるけど、センターフリケンシーはだいたい 400Hz ぐらいが妥当かなと思う。これで 2DD の低域用ドライバーも生きてくるね。そう、ゲーム用途に特化したチューニングになってはいるけど、もともとそれ以上の性能を持っていて、それを引き出してあげると低域用ドライバーの分離感が効いてるのがよくわかる。中高域のボーカル、メロディーは前に出過ぎず程よいバランス。高域、シンバル系もうるさくない。リケーブルしてバランス接続にしたことも効果ありますよね。そうだね。ちょっと高質な感じになるトリポインアルテアを使ってみた。USB タイプ C ケーブルとのセットがおすすめではあるけど、3.5mm プラグを選択しても1箇所 EQ 補正するだけで音楽用途としても十分使えるんで。結局どちらを選ぶかは用途次第ってことですね。そうだね。ファルコンと一緒に ND レオっていう 1DD モデルも送られてきていたんで、これも波形比較してみよう。レオもゲーミングモデルってことだけど、随分傾向が違って低域がよく出てるよね。そうなんだよな。ファルコンでは中高域以上が最重要っていう方向性でチューニングされていたけど、レオは低域重視。500Hz 以下が結構熱い感じ。これ本当にゲーミングモデルなの？音楽聴いても結構いい感じだよね。そうなんだよ。低域がドンときて、中高域以上は3つの山でメリハリがあって明瞭。低域も高域もファルコン調整後のサウンドより出方が派手め。これもリケーブルして聞いたんだけど、サウンドステージも広く感じて価格を知らなければ2000円台とは思えないな。NT さんって以前聞いたプラネットも良かったですからね。ああ、そうだったね。この2モデルでかなりの質感を楽しめることを考慮すると、ファルコンと両方買っても5000円台で収まるし、ありな選択かもね。はい、ファルコンの USB Type-C でのゲームチューンのバリエーション、3.5mm プラグプラス EQ 補正で音楽用途もいい感じになり、もっと低域とメリハリが欲しければ ND レオの選択肢もありで、愛は両方持っておこうかなーって思いましたよ。愛ちゃんはもうビギナーじゃないけど、ビギナーさんには確かにいい選択肢かもね。はい、ということで CCA ファルコンのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。